海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットがデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。ということで、インチョン国際空港第1ターミナルに今到着しました。で、今回の動画なんですけど、これからタイのバンコクに行きます。はい、今年、年末年始過ごしたんですけども、再び、バンコクでちょっと過ごそうかなということで、1ヶ月半ぶりぐらいかなで、バンコクに行くことを決めましたんで、こちらのソウルから向かいます。今回の動画はね、久しぶりに移動だけの動画、尺は多分そんな長くないと思いますけども、アシアナ航空のビジネスクラスで、バンコクの方にスワンナプームですね。それで今回の機材がアシアナ航空のエアバス380です。2階建てのやつね。あれももうそろそろ結構年季が入って古いんですけども、アシアナ航空ね、以前動画に出しましたけど、2026年に大韓航空との吸収合併で消滅してしまうエアラインですね。韓国の2大フラッグキャリアの一つなんですけど、それのビジネスクラスと乗り納め、せっかくなのでね、なるべく今アシアナ乗っておこうかなということで頻繁にアシアナを使っております。あと運賃も安いですね。今ね、もう、だいたい10万円ぐらい、10万円切ってるかなぐらいの非常に安い金額でした。アシアナのこの380の多分ビジネスクラスはね、席数が多いから他の、他社の大韓航空とかに比べても安いんですよね。往復で10万円切ってるってことはね、片道5万円以下でビジネスクラスで行けるのであれば、結構お得なんではないかということで買いました。今後なくなってしまうので、思い出作り的な感じで乗って行こうかなと思っております。はい。でこの後あと3時間後ぐらいにフライトなんで、今からアシアナでチェックインしてラウンジ行ってっていう、普段通りの、はい、流れになりますけども、はい、今回よろしくお願いします。それではバンコクに向かいます。エアバス380、2階建てのジャンボ機ですね。久しぶりに乗りますね。最後に乗ったのは確かカタールからバンコクのカタール航空ですかね。あれのエコノミーで乗ったのが最後かな。その前はホヌ ANA の、それでチェックインカウンター A がアシアナのプレミアムチェックインですので、はい、多分サクサクいけると思います。ANA のマイルもたまりますね。修行にもいいと思いますね。アシアナなくならないでほしいですよね。ということでチェックインの方サクッと終わりました。質問も何もなく、もう1分ぐらいで終わっちゃいました。とりあえず出国して保安検査を受けてラウンジへ行きます。まだ時間あるんでね、ちょっとやりたい作業というか仕事があるんでラウンジで、やろうと思います。ちょっと最近ちょっとタイトな移動ばっかであれなんですけど、すいません、まだ喉が枯れてて聞き取りにくくて申し訳ないですけど、
あとですね、ご存知の方も多いと思いますけど、インチョン空港第一ターミナル、今、危機的な問題を抱えておりまして、ニュースにもなってましたけど、かなり保安検査が混むということで、3、4時間待つ人もいるみたいなんですよね。で、朝の便と、夜の便にかなり人が集中してて、昼間の便を選んでくださいっていうアナウンスもしておりました。あと保安検査がすごい、この前のね、チェジュ航空の墜落っていうか、事故で結構厳しいモバイルバッテリーの使用禁止とか、あと女性の、靴底ハイヒールみたいなのもすごい調べるので、めちゃくちゃ時間かかるらしいです。なのでなるべくだったらね、昼間の便を、選んだ方がいいですね。昼間というか昼間にチェックインする便ですね。ということで出国と保安検査終わりました。50分ぐらいかかったかな、この昼間の時間で。結構混んでる、時間かかりますね。以前よりもやっぱりそんな感じがします。動いてるね、設備が3つぐらいしかなくて、あと半分ぐらい止まってたんだよね。人手不足という話もあるみたいなんですけども、とりあえず通過したんで出国も終わりました。はい、で今から芦穴のラウンジ行きます。久しぶりにインチョン空港の芦穴ラウンジに行きますね。ラウンジの中は喫煙所とかはないんですよね。はい、まあいいや。ラウンジも結構人がいっぱいで、そんなになんか豪華で食べるものが充実してるっていう感じは確かなかったけど、今日昼食べてないんでちょっと食べます。この後機内食ありますけど、そんな大したもんはないですね。はい、とりあえずちょっと、お昼ご飯の時間はだいぶ過ぎてますけど、これだけ食べときます。で、まだ時間が多少あるんで、ちょっと作業とかして、時間を潰そうと思います。バンコク到着は22時とかかな。結構遅い時間になります。インチョン空港ね、ちょっとやっぱりパンクしてますよね。特に第一ターミナル、なるべく使いたくないですもん。芦穴が第一ターミナルなんでしょうがないんですけど、なんか解決早くしてくれるといいですね。いや、昼間のね、平日の空いてる時間であれぐらい混んでたんで、朝と夕方とか土日やばそうですね、出国するの。そう、昨日まで一緒にいたガンヒョさんね、4時間かかったそうですよ。土日で出国するのに4時間ですよ。保安検査待ち、やばいっすよね。それではラウンジを出ます。それではゲートに来ました。一番端っこの遠いとこだったんですけども、これに乗ります。380、ビジネスだから2階席かな。窓側は取りましたけども、やっぱでかいね。久しぶりに380乗るのはワクワクしますけど、でもね、多分動画を撮るっていうことになると380ってやりにくいんですよね。景色とか夜になっちゃうんでね、基本的には。今回はしょうがないかなと思いますが、はい、機内食も楽しみです。こちらですね、17番 OZ741 便です。バンコク行き。それじゃあ間もなく搭乗開始です。乗ってきます。韓国人にもバンコクは人気ですからね。ビジネスクラスのお客さんも相当多いと思います。ビジネスクラス1階と2階両方あるんだ。どっちか分かんねえな。ちょっと聞いてみますわ。Excuse me。ってことは2階ですね。そう、飛行機乗る前はねワクワクするんですけどね、最近もうバンコクの6時間とかでもちょっと長えなって思うんで、ビジネスクラスで今回ちょっと甘えてますけどね、そういう問題じゃないんだよな。もちろんエコよりは楽ですけど、さすがに2階からだと
高いですね、あの景色が。안녕하십니까。 お、かなり前の方だ。8の K、 ここです。ということで機内に入りました。前から2番目の、席でした。2階席の、はい、トイレとかも近くていいですね。意外と空いてますね。エコの方はパンパンでしたけど、ビジネスは満席じゃなさそうです。あとこの収納スペースがありがたいですね。なんか思ったより広いですね。もうちょっと狭いかと思ったらこの幅がめっちゃありますね。他の多分機材より380のがでかいからゆとりがあるように感じるのかもしれないですね。はい、これですね、380-800です。そこまでなんか新しい感じではないですけども、十分かなと、思います。素晴らしい、もう文句はないです。アメニティはスリッパとか、お手拭きが置いてあって、それ以外は多分ないですね。ポーチみたいなのもないんで、あとはクッションとブランケットかな。USB がここにありますね。結構いい位置だと思います。この辺にあると肘とかで壊れそうでいつも、心配なんですけど、ちょっと高いところにあるといいですね。あと何分もう足穴としてこれがね飛ばなくなってしまうというのがもう近づいてきてますんでね、なんで乗っておきたいなと思いました。よくこれ成田ソウルとかでね短距離で入ったりもしてたと思うんですけど、その時ちょっと自分乗れなかったんで、今回はバンコク便で、今バンコク便入ってるんでそれで乗ります。先頭から下に降りれるんですね。休憩スペースみたいなのもある。はい、今トイレに来ました。めっちゃ広いね。さすが380。アメニティもしっかりありますね。すごい綺麗ですね。年季は入ってるんですけど、はい、今メニューをもらいました。こっちはドリンクの方ですね。で今回の、メニューはですね、ウエスタンとコリアンあって、ウエスタンの方はステーキですね。グリルビーフテンダーロイステーキ with ブラックトリュフ、トリュフ添えのステーキかバターチキンカレー。これはインディアンじゃないのかな。わかんないですけど書いてあります。ここに We are presented to offer Korean ラーメン、新ラーメンが欲しいって言えばあげるよみたいな感じですよね。はい、でコリアンの方はあれですね、このサムパプっていうやつ、多分お肉を野菜で巻いてあるやつですね。はい、だと思います。この3日間ずっと韓国料理食いまくったんで、今回はステーキいっちゃおうかなと思います。久しぶりに機内食でステーキ食べますね。お酒はちょっと私ほとんど知識はありませんので、こんな感じということで、白ワイン、スパークリングワイン、赤ワインみたいな。であとお酒は大体このねワイン以外は皆さんご存知の通りって感じですね。コーヒーとかなんかこだわってるとか書いてありましたけど、はい、チルソンサイダーあるんかな。私はねご存知の通りお酒を全然飲めない体質で、普段も全然飲まないですし、ちょっと飲んだだけでも酔っ払っちゃうんですけど、今回ねソウル滞在中ガンヒョさんとかと結構飲みましたね。たくさん食べてたから大丈夫だったかもしれないけど、であともうマッコリとか嫌いだったんですよ。私全然美味しくないと思ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。はい、한국 수완남동 국제공항까지 가는 아시아나항공 741편입니다. ちょっと細かい話ですけど、前方にねギャレーはないんですよ。トイレとくつろぎスペースがあるだけで。で今ウェルカムドリンクとか配ってるんですけど、多分後ろから配ってきますね。なんで前の方は最後の方ってことですよね。一応オーダー取りに来たんで大丈夫だと思いますけど、昔ちょっと苦い思い出があったんで、すごい時間かかるとかそうです。そう結構たくさんあれですかね、乗る飛行機ですからね。Good evening, passengers. This is Captain Chang Hang-il from Flight Deck. Welcome aboard Asiana Airlines, member of Star Alliance, bound for Bangkok Suvarnabhumi International Airport. はい、私によくある出来事なんですけど、今ですねドアが多分間もなく閉まるんですけど、ギリギリで
赤ちゃんを抱いたお母さんが私のこの横の席、斜め前の席で、来られました。はい、かなりちっちゃい赤ちゃんですね。1歳になってないぐらいの、結構ぐずっております。Ladies and gentlemen, we'll depart soon. Please have your seat and keep your seatbelt fastened. ということで今ドアが閉まりましたけど、ウェルカムドリンク来なかったです。俺多分忘れられましたね。前の人も飲んでないね。周りの人みんなもらってたんですけど、俺もらってないです。ソウルインチョンからスワンナプームまでは5時間30分のフライトです。6時間なかったですね。確か去年ですね、関西空港からインチョンソウルに行くときにアシャーナの747ジャンボジェットに乗りたくてわざわざ関空から乗ったんですけど、その時にインボラでビジネスクラスにアップグレードされたんですよね。なんで747の2階席を乗りましたし、これでアシャーナの380の、2階席ビジネス乗ったんで、悔いはないですね。この先ね、亡くなる前に一応乗れたということで。 기내의 감압 시에는 선반 속에 있는 산소 마스크가 내려옵니다. 붉은색 손잡이를 당기면 부풀어지며 There are 16 exits on this aircraft. In case of an emergency. 손 여러분 곧 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매주십시오. Ladies and gentlemen, we'll take off soon. Please fasten your seatbelt.離陸してまだね10分ぐらいなんですけど、早かったですね。もう機内サービスが始まります。ウェルカムドリンクは来なかったけど、はい、機内サービスが始まりました。飲み物は男は黙って炭酸水、あとオレンジジュースももらいました。これは前菜サラダかな。ホタテとかラディッシュとかサーモン、なんかつぶつぶ、何のつぶかわかんないけど、はい、サラダですね。ドレッシングとかはないですね。それじゃあいただきます。これはホタテですね。このつぶつぶがなんか味がついてるんで、それをドレッシングみたいにして食べるみたいですね。美味しいです。野菜もすごいシャキシャキで、韓国で食べるサラダ結構なんか意識高い人が好きそうな葉っぱがいっぱい使われてて美味しいですよね。ということでパンをもらいました。ガーリックトーストとコッペパンみたいなやつということで、メインのテンダーロインステーキ来ましたね。
すごくトリュフのいい匂いがします。これ乗ってますね、トリュフがね。あとマッシュポテトとアスパラかな。前から配らず後ろからやると思ったんですけど、機内食は前から配ってましたね。なんでかなり早いタイミングでもらえてます。なんか久しぶりにこのステーキ自体を食べた気がしますね。焼肉とかは食べますけど、でもこれ美味しいですね。肉もすごい柔らかくてちょうどいい感じで、量もまあまあありますね。はい、大満足です。ということで今チーズをもらいました。この後ね、ケーキデザートがあるとは言われたんですけど、もうちょっと食べ過ぎてる気がするんでケーキはやめときます。コーヒーだけもらおうと思います。食べないと言いましたが、やっぱり食べることにしました。金箔が乗ってますね。チーズケーキだそうです。このチーズケーキびっくりするぐらいうまいですね。やっぱり食べて正解でした。この周りがチョコでコーティングされてるんですけど、もうチーズケーキ自体がすごい濃厚なやつですね。いや、なんかアシアナ航空の機内食結構評判いいのは知ってるんですけど、デザートこれめちゃくちゃうまかったです。はい、ということですいません、あれからですね、横になってたらもう爆睡してしまいまして、今、9時半ぐらいなんですが、あとちょっとですね、20分ぐらいで着陸してます。はい、あっという間でした。もう寝てるシーンとか全然撮らなかったんで、もうこのまま着陸になっちゃいますけど、いやー、爆睡できました。すいません。Ladies and gentlemen, we will land soon. Please fasten your seatbelt. ということで定刻通りスワンナプーム国際空港到着しました。Thank you for flying Asiana Airlines. A member of the staff on Lions. 到着スポットは多分これサテライトですね。 S ナンバーなんで電車で移動しないといけないんで結構時間かかりそうですね。380でかいから多分サテライト率高いと思いますよ、スワンナプーム空港。だいたいメインの方に380止まってるの見たことないから。ということでスワンナプーム国際空港到着しました。はい、サテライトなんで今から列車で移動します。请勿站在车门边，并紧握拉环或扶手。โปรดทราบรถไฟฟ้ากำลังจะออกจากสถานี。それではイミグレーションを受けてきます。
ということで入国まで完了いたしました。結構スムーズでした。混んでたんですけど、プライオリティレーンが使えるっていうのもあるんですけどね、とりあえず宿に向かいます。それではグラブで、行きます。結構混んでんな。ということで1ヶ月半ぶりぐらいかな、タイのねバンコク市内に今滞在しております。いつもね私が常宿として使ってる安いコンドミニアムを今借りて部屋にいるんですが、今回はねアシアナ航空のエアバス380、ジャンボ機ですねのビジネスクラスを利用してタイのバンコクに来ました。現在使われている機材はそのまま大韓航空仕様に変わるのかもしれませんけど、一応アシアナ航空としての便としてね乗る機会はもうなくなってしまいますんで、ここ最近ねなるべく積極的に乗ってるんですけど、やっぱり良かったですね。特に私はやっぱ機内食がね、大韓航空も美味しいんですけど、アシアナ航空美味しいなって思います。韓国の航空会社全般的に、言えるんですけど、すごく満足度の高く、大満足しました。私のチャンネルでは飛行機好きの視聴者さんもね結構いたりするので、こういう情報をこまめに仕入れてですね計画している人もおられると思うし、そうでない人でも東南アジア方面行ったりとか、そういった時にアシアナ航空ね使ってみて、ああいう素晴らしいサービスのビジネスクラスね、そんなに高くはないので、韓国発券とかいろいろ駆使してお試しくださればいいのかなと思います。動画の途中でもねお話ししたとは思うんですけど、インチョン空港非常に特に第一ターミナルかなり混んでおります。保安検査のレベルがねちょっと今厳しくなったりとか、あとそもそもオーバーツーリズムで利用者が多くてですねパンク状態で、かなり時間かかると思って行った方がいいのかなと思いますので、その辺も皆さん時間にゆとりを持って行動していただければと思います。第2ターミナルの方が間違いなく空いてるとは思うんですけど、場合によっては変わったりするし、第1ターミナルでも運が良ければサクッと出れたりもするとは思うんですが、ちょっと皆さんにねアドバイスとしてお話ししておきます。それで今回の動画は一旦ここで終わりまして、おそらく次回この続きはですね、タイのちょっと違うバンコク以外の街にちょっと行こうと思っておりますので、そんな感じでお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしければこの動画の感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とあとチャンネル登録もよろしくお願いします。一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。